粉を宮崎に行ったのかなって思わせといて、埼玉ですね埼玉にちょっと遊びに行った時の写真なんですけれども、途中のコンビニでね出会いました。宮崎のジャリパン。今日はこちらに挑戦していきたいと思います。まずはコッペパンから作っていきます。で、ジャリパンが何かって言ったらコッペパンなんですよ。もうドシンプルコッペパン。コッペパンの中にクリームを挟んだっていうみんなが好きなやつ。みんなが好きって言ったらまた怒られる私別に好きじゃないですけどみたいな人おるよなごめんなさい。大体の人が好きなやつなんですけど、クリームが特徴でグラニュー糖がめちゃくちゃいっぱい入って、もはやジャリジャリなぐらいに入ってるコッペパンなんですよ。これがめちゃくちゃ美味しかったから、今日はちょっと再現できたらなと思って作っていこうと思います。で、6分割していくんですけど、今日の目標は絶対にくっつけないこといかがですか皆さん。コッペパン絶対くっついちゃう問題だから今日の私の目標は6つをくっつけずに焼くっていうことなんですね。で、こちらちょっと見ていただいてもいいですか。うちの天板が30センチ ×30 センチの正方形なんですよ。で、今まで焼いてみたやつがこんなんですけど、4番とか見て、もうさギリギリの戦いめちゃくちゃギリギリの戦い、カトゥーンやねん。ほんでエピのさ穂先とかすごいやろ。逆にようくっついてないなっていうような配置やんかとかね、2番とかね6つ焼きたかったんですけど、やっぱりちょっとこうずらして置いてみたりとか、広いところでねもっとゆったり置いてあげたらいいんでしょうけど、やっぱりこう場所も限られてるし、でもその中で極力ねたくさん焼きたいんですよ。で、今日作りたいのがコッペパンなので1番に近いですよねきっと。で、粉 200g で4個。これね、なんか他の先生たちのレシピとかでもよく 200g4 個っていうのを見かけたんですけど、ちょっとね少ないねん。もうすぐなくなっちゃうから、やっぱり6個で 250g で作りたいんですよね。で、いろいろ考えた結果、この配置やったらいけるかなと思って、で測ったところ15センチ15センチでこの配置ならいけるんじゃないかということで、今日はちょっとそれで成形していきたいと思います。成形のポイントは本当に先生たちがね、やっぱコッペパンって基本のパンだからですかね、すっごいもう一挙手一投足教えてくれてたんですけどちょっとねなんだろう、私本当に授業中も目開けて寝てるような子やったんで自慢じゃないんですけどちょっと先生の話とかやっぱね入ってこない入ってこないんですよね。で見てね学びました。とにかく大事なのは一番最初に正方形じゃ長方形にする。なんか楕円にするっていうよりかはやっぱり長方形にして全部最終的に同じ太さになるようにしたいから、最初の形だけちょっと注意すると。で、折りたたんで15センチにするということですね。最初にさ長方形にちょっとしてみて、この方がさやっぱり厚さが均一になった方が最終的に棒状にしやすいですよね、どう考えても。でもここはさ正直ようわからんかったから、プリッとするようにやればいいんかなと。ここはもうギュッギュッギュッとして、でこれさ今ちょっと右の方がさなんかぷっくりしてたから、右の方をちょっと重点的に伸ばして、とにかく今日大事なのは15センチなんで15センチにしたという感じでいかがでしょうか。
いける？こう端っこな。ちょっとあれかな。そこ。そうそうそう。そこ、ちょっとやばいかな。ちょっと修正します。うん。これで行ってみようと思います。ちょっと待ってみましたが、大丈夫そうかな。今日はちょっと牛乳塗って焼いていこうと思います。惜しい。惜しいな。まあ、もう、これはいいでしょ。これは、パン屋さんじゃないから。ね。いい感じ。大成功よ。どうですか？でも、だいぶ綺麗に焼けてませんかね？ということで、こっからジャリパンのクリーム作っていきたいと思います。もうこうしてこうですね。こう。で、もうめっちゃ横着して、レンチンしただけの板チョコを混ぜたっていうのと、家にちょっとしかなかった抹茶をこんだけしかなかった抹茶を入れたらどうですか？左が抹茶なんやけど薄いやろ色薄いやろで抹茶クリームと右がねベーシックなプレーンのねバタークリームなんですが、見てこのつぶつぶ常温に戻しきらんで横着して進めたバターが固まってます横着クリームができたということで、パンが冷めましたんでね、ちょっとクリーム入れていこうかと思うんですけど、切れ目ですよね。本家はこうやって真横にもドシンプルに切れ目が入ってたんですけど、ちょっと斜めにした方が横から見た時綺麗ですかね。ちょっとこう今日は見栄えも意識したりして、この辺ですかね。この辺に入れていこうと思います。いいでしょ。ねえ、ちょっとクリームをたっぷり入れまして、こんな感じになったんですけど、ここにね、グラニュー糖を入れていこうと思います。で、本家はね、多分クリームに混ざってるんですけど、こんな感じで溶けちゃったら嫌だなと思ったので上に乗せました。で、皆さんお気づきでしょうか？おなおそんな感じにするんやったら絞り袋いったって絞り袋必要やったってななんかさ、絞った時にさ、もっと綺麗な感じで、筋が綺麗な感じで出てくるかなと思ったら、全然なんか、ブチュッとした感じで出てきてさ、ちょっと思ってたのと違うなと思って、急遽ね、このマリトッツォ風にしてみることにしてどうでしょうか？ね、最後ね、ちょっとお化粧します。これ、粉砂糖さえすればだいたいおしゃれになる説で、ちょっと今日は振っていきますね。完成しました。どうですか？かわいいね。ちょっとバターのつぶつぶは気になるけどねここにねグラニュー糖を今日は入れてみましたね。ちょっと切ってみます。どうでしょうか？ちょっとね穴開いてたかな。
でも美味しそう。いただきます。うまー。めっちゃ美味しくできた。そう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 。グラニュー糖ね、でも3倍ぐらい入れていいかも。この私が入れたやつよりも3倍ぐらい、その上から乗せるにしても、クリームに混ぜるにしても、入れてもいいかも。私がコンビニで食べたやつはそれぐらいジャリジャリしてたので、そんな感じ。あと、チョコ味も食べてんやけど、一番好きかも。なんかね、本家のミカエル堂さんっていうところが宮崎県で作られてんねんけど、そこもチョコクリーム味が人気なんやって。だからね、すごい美味しかった。今日はいかがでしたでしょうか。なんかね、シンプルなことやけどさ、6つをくっつけずに作るってね。だけどなんか丁寧にさ、やっぱりちょっと考えてやったらできんねんなと思って、なんかねこうやってさ、動画にしようとかなんかそういう時にはやっぱちょっと丁寧に作るけどさ、何も考えずパッパラパーにやろうっていう時はさ、やっぱなんか全部くっつくねんや。だからさ、普段からちょっと丁寧にやろうって思ったね。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また見てね。バイバーイ。